こんにちは。前回に続いて歩行再学習フォーカス版の今回は実践編をいよいよやっていきたいと思います。まだ準備編をご覧になってない方はよかったら準備編から見てください。早速行ってみましょう。私は右手と右足がちょっと動きが鈍いので目印をつけます。こんな感じ。前回のおさらいなんですけど、歩くときは先に重心から移動して足が前に出るんですけど、決して膝から出すっていうよりかはこの股関節の付け根の部分から出してますと、こういう感じでは歩く練習をしてみましょう。まずゆっくり5歩歩いてみましょう。せーの。広いところがあったらなるべく大きくいった方がいいと思います。歩幅を大きく。どうでしたか？ゆっくりで大丈夫です。次も同じように歩く練習なんですけど、かかとを意識して歩いてみたいと思うんですけど、歩いてる時の足の動きってこっちをかかとでこっちをつま先とすると、かかとで着地してこう最後つま先で蹴り上げる感じで、つま先が上がってこういう動き。足をクローズアップしてみます。こういってこう、なんだろう、地面を掴んでいく感じ。このローリング、かかとで着地してっていうこの動きを練習してみたいと思います。ではまた5歩やってみましょう。いきます。せーの。5回いきます。せーの。どうでしたか？私のおすすめは靴下も履かないで最初は裸足でやると感覚がより分かりやすいかなと思います。なんかどうやって歩いてたっけって急にこの病気って分かんなくなっちゃうんですよね、不思議と。なので頭で意識してやることが再学習の真骨頂なので、意識して歩く練習をしてください。これは毎日何回やるとかそういう風に決めてやる必要はなくって、できたら例えばお手洗いに行く時とかお家の中外歩く時とか意識して歩くだけで、それは結局再学習につながっているので、ぜひ普段の生活の中で取り入れてみてください。分かりにくかったかな？はい、それではお悩み別意識すると良くなると思う、これだけは絶対押さえておきたい歩き方のポイントをやっていきたいと思います。まず私がそうだったんですけど、なんか足が引っかかるなとか、あとなんかつまずきやすくなったなっていう方はつま先を意識して歩いてください。歩く時につま先って頭の中で考えて意識して歩くと効果的です。つま先を上げる。こうつま先、はい、これをお家の中や外で
毎回意識して歩いてるとだんだんつま先が上がってくるように私はなりましたので、よかったらやってください。次、すり足が気になる方、ポキッここが鳴ったんじゃない、ここが鳴ったのめっちゃ言い訳してる。すり足なんかこうなんだろう、あんまり足が上がらない方、すり足気味の方、意識することはここ股関節から上げる意識をしましょう。なので例えば壁につかまってまずこう揺らす、股関節を揺らす練習、この振り出し、足を振り出す練習をたくさんして、で普段歩くときは股関節、そしてなるべく普段の一歩よりも一歩半ぐらいの意識で大きく、歩幅をなるべく大きく股関節でグッとこう前に出していく。すり足を改善するためにしっかり股関節を動かして歩く。股関節わざわざ言葉で言わなくて大丈夫です。頭の中で考えてください。しっかり上げないとどうしてもスリスリになっちゃいますよね。そうするとやっぱりそれもつまずきやすさの原因になったりするので、ぜひやってみてください。股関節主導を意識してやってみてください。さっきのすり足と似てるんですけど、歩幅が小さいとお悩みの方、これもなんかパーキンソン病の症状の一つというか、パーキンソン病の方の歩き方の特徴として歩幅が小さくなってしまうっていうことがよく言われてるみたいで、なるべく歩幅が小さいなって思われてる方は普段より2歩というわけではいかないので、1歩半ぐらいの意識をして歩いてみてください。大きく毎回こういう練習だけでもいいと思います。もしお家の中でできるなら何か印をつけて、持ってきてるよかったな。印を一定間隔つけて、普段の一歩より少し先に印をつけて、こう目印をつけて大きく歩く練習をすると効果的だと思います。それでお家の中だったり外だったり歩くときは毎回大きくを意識してやってみてください。次は方向転換の時にふらつくとか、ちょっとバランスに不安がある方は、例えば前向いてて横に方向転換したい時は視線、骨盤、足、これを多分パーキンソン病じゃなかった時は自然とパッパッパってできてたんですけど、それができなくなってしまうので、姿勢、骨盤で動く、パーって意識しないでやるとおっとっとみたいな感じでふらついてしまうと危ないので、視線、骨盤、踏み出す、視線、骨盤、踏み出す。今度もう一回こっちに行きますね。視線、骨盤、踏み出す。この後からも少しバランス取りの練習をするので、よかったらそれも合わせて練習してみてください。すくみ足で悩まれている方もいらっしゃると思います。歩
き出しの一歩がなかなか出なかったり、方向転換した時にまた一歩出なかったりっていうことで、それも結構不便に感じていらっしゃる方もいらっしゃると思います。おすすめとして、自分で歩き出すためのきっかけを与えてあげるっていうのが一つ再学習で大事なことかなと思います。それが音だったり感覚だったり、あと視覚、目から入る情報だったりっていうことも結構大事で、考えてみたんですけど、例えば外で歩き出そうとした時に一歩が出ないって時は、こう太ももを叩くとか、こっちの足から出したいけどなかなか出なかったりっていう時に、まず逆の足を一歩後ろに引いてから行く。こう出ないから反対の足で一歩引いたり、体を横に揺らしてみたり、いつもと違う動きをしてきっかけを作る方は、急出しをしてあげる。よいしょとか、はいはいとかでもいいんですけど、外で人が多いところではいとかよいしょとかいうのをちょっとやっぱ恥ずかしいじゃないですか。なのでやっぱこう人知れずちょっとこう自分で急出しする。エレベーター待ってドアが開く時までにちょっとこうやっておく。で開いたなと思ったら、こうトン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 チャトントンチャトントンチャ、これの練習をしてみてください。あと今日持ってきたのこれ、てってれー、レーザーポインター。これ私数百円で買いました。でこれ例えばネットショッピングでも Amazon とかだったら皆さん結構利用されてる方も多いかなと思って Amazon で調べたら、1000円以下で一番最安値だと900いくらだったかなで売ってありました。これはですね、いろいろできるんですよ。ちょっと電気します。ちょっとわかりますかね。これ普通に多分なんだ、懐中電灯みたいなちっちゃい懐中電灯、これとねめっちゃいっぱいあるんですよ。ブルーライトで、これだ、これ壁にこれ見えてる？見えてないじゃん。全然見えないじゃん。見えます？これね、これレーザーポインター。これなんかこれなんだ、めっちゃわかんないな。蜂の模様だったり、全然見えてないねカメラで。これ星なんですよ。別にこれだから何って感じなんですけど、はいでしょ。これ1000円以下で売ってます。これをねこう目印にして歩く。これだったら外でもそんなに目立たないと思います。なのでちょっとスクミ足で最初の一歩が踏み出せない方はこれを持って歩くといいかもと思ってちょっと持ってきました。方向転換した時も光を誘導してあげる感じで、こっちつけよう。こんな感じで、そんなに高価なものじゃないので、しか
かも、スマホとかよりもちっちゃいし軽いものなので、よかったらこれ持ち歩いてみてください。でも結局こういうのを持ってなくても一番いい急出しって多分感覚だったり声だったりだと思うので、これはよかったらで大丈夫です。では今から方向転換の練習をします。まっすぐ立って横に90度曲がりたいと思います。ゆっくりやりましょう。向きたい方向に視線を向ける。それで骨盤1、2、これの練習をしてみましょう。右に90度曲がりたいと思います。それではやってみましょう。せーの、向いて骨盤1、2、どうですか？できましたか？もう一回いきましょう。まっすぐ立ってもらって視線、骨盤、右足、左足で。それではいきます。せーの、視線、骨盤、右足、左足。できましたか？では次、反対に90度。正面向いていただいて反対に90度いきたいと思います。視線、骨盤、左足、右足です。いきます。せーの、視線、骨盤、左足、右足。どうですか？はい。では続けていきましょう。ではもう一度正面向いていただいて右に90度いきます。せーの、視線、骨盤、右、左。次、今度左に90度いきます。せーの、視線、骨盤、左足、右足。ちょっとムープしていこう。はい。次、左にもう一度90度いきます。せーの、視線、骨盤、左足、右足。できましたか？次はもっと大きくひねって後ろに向いちゃいましょう。この時120度ぐらい最初、なるべく大きくいった方がいいです。小回りだとなんか小回りとかギュッていくと危ないので、大きくゆっくり何歩でも大丈夫です。ひねって視線90度、視線で左右左右でいきましょう。せーの、視線、骨盤、左右、もう一回左右、4歩でいきました。でもとにかく無理しない程度に、この体をねじる動きとか重心を横にとか歩く時って実は結構いろんなことをやってるので、練習のためにもこれもぜひ取り入れてみてください。こんな感じです。次は再学習の真骨頂である違うところから刺激を加えると動かせるようになるっていう神経の可塑性の特徴を使って歩く練習をしてみたいと思います。それは耳からリズムを聞いて動く練習です。最初テンポ60、ゆっくりめで歩いてみましょう。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、歩いてみましょうか。では、いきますよ。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4、
もう少し速いテンポでやってみましょう。80のテンポはこれぐらい。今のメトロノームの60のテンポと80のテンポは、もしよかったらですけど、ご自宅とか外で練習する時用に音の素材、音源を探しておきます。また YouTube で聴いていただけるように後で用意してアップしておきますので、よかったらご利用ください。外でもし聴きながら歩く時は音量に気をつけて、あまり大きな音だと車が近づいた時とかに聞こえなかったりするので、ちっちゃめの音で聞きながら1212やってみてください。はい、お疲れ様でした。長々となんかいろいろ練習すると頭も疲れたってなるので、ちょっとここでリフレッシュしましょう。では今から右足でドンチャドンチャ、これを8回いきます。せーの、ドン2回3、4、5、6、7、8、次左でドンチャ、これを8回いきます。せーの、ドンチャドンチャドンチャ、何回やった？ 5、多分5、6、7、8、OK。 じゃあもう一回右足から右足ドンチャドンチャを8回いきます。Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you.
Swimming time!歩行祭学習、今日は実践編でした。歩行祭学習って毎日ちょっとでも何か一つでも意識して動かすことを続けていけば必ず効果は出ると思います。なんかすぐに激変っていうよりかは漢方薬みたいに長く続けていくことでじわじわ効いてくると思います。毎日歩くときは私はかかとを意識するとか、私はつま先を意識するとか、股関節を意識して歩く。ちょっとこれ気になりますよね。すいません、娘がやってます。毎日必ずこれをしなきゃとかじゃなくて、ほんとちょっとでもトイレに行くときとか、なんか台所なんか立ち上がるときとか意識して毎日コツ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 続けてみてください。すると今よりも絶対良くなると思います。暑かったいい汗かきましたね。すごく大事なことだそうです。なんかダンスとかリズムをとって体を動かすことってすごいいいことみたいなので、よかったら、続けてみてください。また次の動画を楽しみにしててください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。